皆さんこんにちは、フォトシンです。今日もねまた雪っていう感じなんですけれども、今日はですねこちらシルイさんから、新しく出たオーロラの単焦点レンズ、85mm F1.4 こちらのレンズを使って、いろんな雪景色を撮っていきたいなと思います。普段はね GFX を使ってズーミングのレンズで、いろいろと撮っているんですけれども、今日は単焦点レンズというね縛りで、いろいろ撮っていきたいなと思いますので、思考をシンプルにしていいなと思ったものをパンパンという感じで、撮っていけたらなと思います。で結構こちらのレンズ気になっている方もねいらっしゃるかなと思いますので、実際に自然の中で使ってみてどんな感じなのかっていうのをですね、またお伝えできればなと思いますので、作例とかあとはスペック的なところもね簡単に紹介できればと思いますので、ぜひ最後までご覧いただけたらなと思います。じゃあ早速ね、雪めっちゃ降ってきて綺麗なのでたくさん撮っていきたいと思います。やばすごっ。おお、今回使用しているシルイの単焦点レンズオーロラ 85mm F1.4 のスペックはこちらの通りになります。オートフォーカスが使えるというところがかなり大きな特徴かなという感じがします。そして何より F1.4 ということでかなり明るいレンズとなっています。重量も 540g なのでかなり軽量化が図られているレンズとなります。そしてもう一つ嬉しい内容として防塵防水仕様となっているので、アウトドアなシーンで雨や雪の中でも安心して使用することができます。スペックの詳細はホームページにありますので、概要欄にリンクを貼っておりますので、ぜひそちらからご確認ください。今回はたくさんの作例を撮っておりますので、そして最後にはまとめとしていい点と欠点もお話しできればなと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。それではもう少し撮影を続けていきます。この辺りは結構ヒノキがね多いんですけれども、ちょうど私の前だけね、木が少なくて V 字の谷みたいになっていて、その奥に、向こうの山が少し見えてるんですけれども、それがねすごくね綺麗なので、ちょっとそこを切り抜いています。85mm でちょうどいい画角で収まるというか、すごくね収まりが良かったので、撮ったりしてるんですけど、奥の方もね若干雪が、少なくなってきてね見えますので、この85mm をねポテンシャルを生かしていろいろと撮っていきたいと思います。85mm なんですけれども、今回 XT5 というね APS-C 機を使っているので、普通にフルサイズの 130mm 相当に、当たるので中望遠機になってしまうので、そのポテンシャルをねちょっと生かしながらいろいろと撮っていきたいと思います。なので少しこうフィールドに出て慣れていく必要があるんですけれども、一回その距離感が分かってくると、すごく思考もシンプルにできて、このぐらいでいけるかなみたいな感じになってくるので、それが単焦点のね面白いところでもあるんですけれども、ちょっとそんなのをねいろいろ撮っていきたいと思います。今ちょっと撮っていて思ったのは、やっぱり英風がしっかり効いてくれるのがねすごくありがたいところで、やっぱり手動でやっていく楽しさもあるんですけれども、さっきみたいに雪が降ってきたりする中で撮るにはやっぱ英風が使える方がね断然便利かなという感じでしたね。ということでこちらで撮れる写真はこんな感じです。でこのオーロラ 85mm っていうのは F1.4 なのでめちゃくちゃ明るいレンズになるんですけれども、実際にこう使ってみて思った感じはですね、割と癖がなくてこうまろやかなボケをしてくれるので、こう優しい感じの表現をするときにねすごくいいなっていう感じがします。でこの辺り結構白樺とかもですね多くて、背景がね雪面になっているのでシンプルな感じで撮れるかなと思うので、いろいろとこの 85mm で覗いてみて、いいなと思うところをね切り取っていきたいと思います。パンフォーカスにしてみたりとか、ちょっとボケを使った感じの表現とかいろいろとね試していきたいなと思います。本当に雪面がねすごく綺麗なので選択肢がたくさんあってね面白いです。じゃあちょっとねいろいろとこの辺りも撮っていきたいと思います。
単焦点レンズがあると小さな被写体に目を向けやすくなります。光が差した雪面の中の笹が気持ちよさそうでとても綺麗でした。このレンズはこういった光がとても綺麗に表現できるなといった印象です。さっきはねちょっとこう晴れ間も見えてたんですけど、また再びね吹雪いてきましたね。今日はこんな感じで慌ただしい天気なんですけれども、ちょっと今ねすすきが綺麗なところにね来ています。雪の重みでちょっとこう頭がこう下がってるというかね、こんな感じでお辞儀をしているような感じになってるんですけれども、まあこういった雪の日ならではのね、光景かなというところ、プラスちょっと風があるのでね、ランダムにこう揺れてる様子なんかもすごく綺麗なので、まあ、この雪が降ってる様子と、あとはちょっとこう池にね模様があったりしますので、その凍ってる模様をバックに入れながらいろいろと撮っていきたいなと思います。ちょっと密集しているところをね狙って撮ってもいいし、あとはポツンとあるところをですね、切り抜くような感じでやってもいいんですけど、まあ、とにかくこの 85mm 一本勝負になるのでね、自分の立ち位置を自分でコントロールして、やって、被写体に近づいたり、またはちょっと距離を取ったりっていうね、まあ、その面倒くささがね、すごく楽しいなっていうところなんですけれども、まあ、ちょっとそういった形でねしばらくこのススキを撮っていきたいと思います。だいぶ吹雪いてきたな。じゃあいくつかねススキの撮影もねしたんですけれども、こちらで撮れる写真はこんな感じです。最後は少しストリートスナップで温泉街を撮影してみました。こういった場面もなかなか味がある写りをしてくれて、富士フィルムの色味とも相性がいいなという感じがしました。今回は種類のブラックミストフィルターを使用して雰囲気を出してみました。はい、ということで今回は種類の新しい単焦点レンズオーロラ 85mmF1.4 を使用した撮影となりました。それでは最後にまとめとして私が使った中でいいなと思った点と欠点をですね、それぞれお話しして終わりたいなと思います。まずいい点の一つ目なんですが、描写がとにかく素晴らしかったといったところで、さすがシルイさんはシネマレンズをね作っていらっしゃったりもするので、実際私はそれもあって今回こちらのレンズをね使ってみたいなと思って、使用させていただいたんですが、本当に描写も素晴らしくてカリッとしてだけど軽すぎず、線の太さというのかな、なんかこう重厚感のあるような富士フィルムとの相性も非常に良かったかなという印象がありました。今回 APS-C 機を使っていたんですが、ボケもねすごく綺麗で映像で使ってもいいなっていうね感じがしました。本当にねこの点に関してはね素晴らしいなっていうふうにね思いました。そしていい点の2つ、AF が思ったよりも早かったといったところなんですけれども、実際に使っていてやっぱり AF があるっていうのはねかなり便利かなと思いました。いいなと思った被写体にパッとこうピント合わせて撮れるっていうね、このテンポ感が得られるのも AF のシステムがあるね、メリットかなと思うんですけど、あとはそのスピードっていうのがそんなにこう遅いなっていう感じもしなかったですね。純正の方が確かに、少し早いんですけれども、そんなに支障が出るほど遅いっていうことはなかったので、すごい早いものをね撮ろうと思ったら、ちょっと足りないかなっていう感じがしますけれども、普段の私は自然風景を撮ることが多いんですけど、そういったシーンであれば、十分対応できるスピードかなというふうにね思いました。そしていい点の3つ目はデザイン質感がすごくいいというところで、これは個人差もねあるかなと思うんですけど、私はかなり好きな、デザインと質感でしたね。触ってみた感じと重厚感と、あとは XT5 と組み合わせた時にものすごく、マッチしていたというところで、その点もねすごく気に入っています。どうしてもサードパーティーだとなんかボディと相性悪いなっていうことがあったりするんですけれども、この種類のレンズはねかなりいろんなボディに馴染むんじゃないかなと思うので、描写とは関係ない部分ですけれども、実際にこう持っていた所有感っていうのかな、そういったところはねかなりいいなっていうふうにね思いました。
続いて欠点もお話ししたいなと思うんですが、まず1つ目はパープルフリンジが時々出るといったところで、これに関してはどのレンズでもねどうしても出てしまうっていうね、現象になるんですけれども、輝度差があるような明るいところと暗いところの境界線に紫色だったり緑色のねこうちょっともわーっとした、周差が出るんですけれども、それがですね、今回雪の雪面とあと枝の間に、ね、ちょっと見られたかなっていう感じがしました。これに関しても現像ソフトで、対処できるレベルかなと思ったので、細かいところを気にする方はねちょっと注意が必要かなと思います。続いて欠点の2つ目は AF の駆動音がちょっと大きいといったところなんですが、これに関しては写真を撮る方は全く、気にならない内容でどうでもいいような内容になるんですけど、映像を撮る方であるとちょっとこのモーター音がですね、収録している時に音として入ってしまう可能性があるのかなと思いますので、その点はちょっと注意が必要かなと思います。ただスナップを撮ったり風景を撮ったりする上では全く気にならない内容なので、映像を撮る方はちょっと、気になるかなっていう感じはしました。はい、ということで今回は種類から新しく出た単焦点レンズオーロラ 85mm F1.4 オートフォーカスのレンズを紹介させていただきました。結構いろんな方がレビューされていたんですけれども、富士フィルムの X シリーズのレンズを、紹介している方ってなかなかいなかったのかなと思いますので、もし X シリーズ用のこちらのレンズをね検討していらっしゃる方がいましたら、ぜひですね、チェックをしてみてください。また概要欄の方にリンクもね貼ってありますので、そちらもご覧いただければと思います。ということで、今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。